こんにちは、エポシマです。今回はオリジナルキャラクターのイラストを描いてほしいというリクエストをいただきました。ありがとうございます。今回リクエストしてくれた方はもう何回もリクエストしてくれた方で、今回描くレイジというキャラクターも一度以前に描かせていただきました。イラストメイキングの3回目のキャラクターと一緒ですね。1年前になるんですね。いやとても懐かしいキャラクターです。こちらのキャラクターはですね、とても顔がかっこいいキャラクターなので、いつもだと動きをいっぱいつけたりとか背景を描いたりとか、いろいろそのキャラクター以外の要素を描いたりするんですけれども、今回はこの顔がメインのイラストにしようと思っています。この子の顔の良さでこの絵が成り立っているというイラストですね。なので、比較的棒立ちで、もうポーズもつけずに正面でもうごまかしが効かないというようなポーズにして、顔に目が行くようにしております。なので、もう顔がかっこよく描けなかったらこの絵はもうボツというね、そういう構図にしておりますね。イケメンに描けたでしょうか。顔が納得いったので、体を描いていきたいと思います。今回顔をイケメンに描くというのが、一番の目標だったので、昔から慣れている線で絵を描く方法にしております。最近は色で、絵を描いてましたね。大きくシルエットを灰色で塗って、どんどん詳しく描いていくやり方ですね。厚塗りという方法になってるんですけれども、今回は線画から線で物を捉えていて、後で塗りつぶしてシルエットを出していくっていう漫画とかアニメみたいな絵の描き方の方にしております。なので今回は線画の部分の時間が少し長めになってますね。今回のキャラクターなんですけれども、左手が肘の下からないキャラクターなので、思いっきり、ないですっていうのを思いっきり描くのはちょっとわびさびがないかなと思いまして、気にしてみると肘から下がない気もするし、気にしなかったら何の違和感もなく見えるように心がけながら描いていますね。マントの翻り方とかを見ると、左手ちょっと短くないかなとか思うかもしれないんですけど、マントのね、翻り方、マントのシルエットとかがとてもかっこよく描いてあるので、そこまで気にならないかなと思います。いや、この左手のね、マントすごく好きなんですよ。かっこいいなって思いますね。全身を描いてみたりしてね、全体のバランスも確認できましたので、着彩の方に移りたいと思います。今回のリクエストで、彼の後ろには紫色の燃えている円があります。つまり後ろにね、燃えてる火が円状になっているっていう背景のリクエストがございましたので、影のつけ方は逆光にしたいと思っています。
大まかに、描けましたので、色が塗れましたので、詳しくね描き込んでいきたいと思います。これまでと違うのが、もう線画ではっきりと描けているので、本当に影はサラサラと、もうほぼほぼこの時点で塗れてるという感じですね。髪の毛と顔と、一番注目がいく顔付近の影はすごく丁寧に塗っています。ここがこの絵の一番大事なところですからね。線画をしっかり描いているので、髪の毛も細かく毛束ができてとてもかっこいいですね。さあ、顔の影が塗れたので、体の方に移っていきます。金属の部分は金属に見えるようにっていうのと、布の部分は布に見えるようにっていう風に、場所場所によって光沢のつき方とか影の塗り方をちょっとずつ変えていますね。この子の衣装が白いところと黒いところととてもはっきりしている服装で、なんですけど、配色使われている色の数はそこまで多くないので、とてもシンプルにまとめられてて、なんかこの子の衣装を見るだけで、このキャラクターの性格が見えてきそうですよね。とてもシンプルな、ここからは私の妄想になるんですけれども、きっと守るべき人を守るっていうシンプルな、目標というか志があって、もうその他はどうでもいいみたいな、すごくまっすぐなキャラクターなんじゃないかなと思います。白いところと黒いところがはっきりしているところも、これは大事、これはどうでもいいっていう境目がすごくはっきりしてる人なんじゃないかなって思ってて、状況判断とかがスパッとできる、どうしようかなって悩む時間とかもあまりない、そういう性格をしてるんじゃないかなって思いながら書いてあります。シワの色塗りはすごく楽しいですね。どんどんシワを描き込むにつれて、絵の情報量が上がっていく感覚がすごくして、絵が出来上がっていってるなーって楽しくなりますね。もう上の方は塗れて、この手の部分は金属なので、暗いところと明るいところとはっきりするようにして、このね、はためいてるのは布なので、あんまり明るいところを明るすぎず、明るくしすぎず、暗いところも暗くしすぎずと、あまりコントラストが金属の部分よりは出ないように塗り分けています。マントはね、シルエットがとても大事なので、遠くの方から見ながら描いています。小物系ですね。小物系もしっかり描いてね、描くことで、この絵の説得力とかが出てくるので、手を抜かずにね、しっかり描いていきましょう。
とはズボンと、あと後ろのマントとか剣とかを書き込んだら、この人物は完成ですね。全体的なバランスを見つつ、ここは明るくした方がいいかなとか暗くした方がいいかなとかっていうバランスを見ながら塗っていきますね。全体が塗り終わったので、色をのせていきましょう。いつもよりも、白黒の段階でしっかりと塗り込んでいるので、もう色をのせるだけでほぼ完成という感じですね。ただ、色をのせるだけで終わってしまうと、色はちょっと単調になってしまうので、ここからさらに塗り込むと、いう工程が発生します。さあ、リクエストに入っていた炎の円を、描いていきます。ちょうどいい場所を見つけてね、この子の強さを表せるような炎を描いていきます。全体的に紫だとちょっと単調すぎるかなと思ったので、顔にちょっと顔を赤っぽくして、足元を青っぽく、紫の中でも赤っぽいと青っぽいっていうのを分けていますね。さあ、ここから、編集をして完成になります。今回もご視聴ありがとうございました。おしゃべり期間の動画はどうだったでしょうか。またどうかな、次の動画はまた字幕に戻るのかおしゃべりしてるのかわからないですけれども、また動画を見ていただければ、メイキング動画を見ていただければありがたいなと思います。それじゃあバイバイ。